今回の旅の目的地は中世時代からの街並みが残っているポーランドのクラクフです。空港の到着ゲートを出たらエスカレーターで2階に上がり、電車でクラクフ市内まで移動します。クラクフ空港からクラクフ中央駅までは17ズウォティ、日本円で650円くらいです。券売機でチケットを購入したら電車に乗り込みます。乗車券の有効期限は3時間。電車が出発したら係の人が回ってくるので、乗車券を見せてサインをもらいます。車両内にも券売機が設置されているので、電車に乗り込んでから乗車券を買うこともできます。電車内には電光掲示板があり、目的地の到着時刻も表示されています。約20分でクラクフ中央駅に到着します。ホテルに荷物を置いたら食べ歩きを兼ねてカジミエシュ地区に向かいます。ここは映画シンドラーのリストロケ地にもなった場所で、第二次世界大戦前のポーランドにはヨーロッパ最大のユダヤ人社会があり、クラクフには6万人が暮らしていたそうです。週末はフリーマーケットが開催され、衣類や靴などを数百円から買うことができます。昼食にはケバブのミドルサイズを注文したのですが、特大の大きさだったのでスモールサイズでも良かった気もします。ケバブでお腹を満たした後、ポーランド最古のユダヤ教会スタラシナゴークを見学します。ユダヤ教のシナゴークは祈りを捧げる神聖な場所であるだけでなく、人々のあらゆる集いの場になっているそうです。シナゴーク内ではユダヤ教について学べる展示があり、例えば金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日とされていて、1週間で最も大切な時間です。ヘブライ語ではシャバットと呼ばれ親しまれており、シャバットでは公共交通機関もすべてストップします。ステラシナゴークを見学した後、ビスワ川沿いを散歩しながらバベル城に向かいます。クラクフ市内はトラムが走っていて、少し遠くに移動するのに便利です。ビスワ川沿いは市民の憩いの場になっているようで、川沿いを自転車でサイクリングや散歩したり、川でスタンドアップパドルボードを楽しむ人もいます。クルージングも人気のアクティビティで、ボートクルーズからライトアップされた夜のクラクフの街並みを見るのも人気です。バベル城はポーランドで最も有名な城で、クラクフにある最も格調高い王宮であり、世界初のユネスコ世界遺産の称号を持っています。まさにポーランドの国家的文化的なアイデンティティの象徴です。11世紀の前半に建築されたロマネスク以前の古い施設をもとにして、14世紀にゴシック様式の特徴を獲得しました。敷地内の入場は無料で、ビスワ川と街並みを見ることができます。子どもの遊び場にもなっていて、市民の生活の一部になっています。いくつかの場所は入場券の購入が必要で、敷地内のチケット売り場で入場券を購入できます。バベル城の中庭には無料で入場が可能で、私が訪問した4月末は花も咲き誇り、中庭を散歩するだけで爽快な気分になります。中庭にはテラス席があるカフェもあるので、コーヒーや紅茶を飲みながら美しい景色をゆったり楽しむのもいいですね。バベル城の見学を終えたらクシチュシコ山に向かいます。横断歩道を渡った先にあるのはトラムの駅で、クシチュシコ山へ向かうバス停の停留所は横断歩道を渡る必要はありません。さまざまな路線がありますが、乗車するのは101番のバスです。乗車運賃は4ズウォーティ、日本円で160円くらいです。バスに乗車したら券売機で英語を選択し、4ズウォティのチケットを購入します。現金は不可で、支払いはカード払いのみです。購入した乗車券は別の機械で打刻します。
バスで約10分、終点の停留所で下車します。クシチュシコ山はクラクフ市の西 3km のところにこんもりと盛り上がった標高333メートルのお椀型の小さな山です。他国の支配に対して蜂起した際に作られた要塞の跡があり、今ではホテルとして利用されています。屋上にはオープンエアのカフェがあり、クラクフ市街を一望できます。旧市街の中央広場に立つのが織物会館です。ここは織物を取引する場として13世紀に建設され、その後14世紀にゴシック様式、16世紀にルネサンス様式へと変貌を遂げたクラクフの観光名所となっています。100メートルほど伸びたレンガ造りの建物内には琥珀などポーランドを代表するお土産がたくさんあるので、ぜひ買い物を楽しんでください。支払いは現金だけのお店とカード払いが可能なお店があるので、購入する前に決済方法を確認しましょう。中央広場では音楽の演奏もされているので、ブラブラ歩くだけでも楽しいですね。ポーランドといえば天才作曲家でピアニストのショパンが有名です。旧市街の中央広場からスラフコフスカ通りを北に3分歩いた場所にショパンコンサートの会場があります。基本的に毎晩ピアノコンサートが開催されていて、ワルツやマズルカ、幻想即興曲や英雄ポロネーズといったショパンの楽曲が演奏されます。1回のコンサートは1時間で、チケットは80ズウォーティ、日本円で約3000円です。それでは少しだけピアノ演奏の様子を紹介します。ピアノコンサートを堪能した後は、ポーランド名物料理のピロエギを食べます。小麦粉などでできた生地で、肉や野菜、チーズなどの具材を餃子状に包んで茹でるのが基本です。少し厚めの皮でできたスープの入っていない小籠包のような味わいと食感で、初めて食べる人でも懐かしく感じられる味です。すっかり日の暮れた中央広場も美しいですね。クラクフ観光2日目は、クラクフ歴史博物館とビエリチカ岩塩港を観光します。ユダヤ系であるスティーブン・スピルバーグ監督の映画「シンドラーのリスト」で広く知られたオスカー・シンドラーが経営した工場跡が博物館になっています。2023年11月から博物館の事前予約は教育機関のみ可能となっており、観光客は列に並ぶ必要があります。入場制限があるため、開館1時間前から並ぶのがおすすめです。私が並び始めてから30分後には、後ろに100人以上は並んでいました。博物館ではナチス占領下のクラクフ市民の暮らしをリアルに伝えています。覗き窓のような仕掛けには当時のナチス支配下の様子が写真で伝えられていたり、シアターではユダヤ人労働者のインタビューが上映されていて、シンドラーが工場で働くユダヤ人に対して敬意を持って接していたことを学べます。通路の壁には数多くの展示があり、
戦時中の歴史を追体験できるように工夫が凝らされています。ここはシンドラーの仕事部屋で、当時の椅子や机、写真がそのまま残っています。馬にまたがっているのがシンドラーです。右上の写真はシンドラーの両親、真ん中の写真はシンドラーの兄弟です。シンドラーの仕事部屋の中には、当時工場で作られていたような放浪容器を積み重ねた現代アートの展示もあり、そこには工場で働いていたユダヤ人たちの名前が刻まれています。博物館はシンドラー関係だけでなく、ナチス占領下のクラクフの社会状況全般がわかる展示となっています。博物館の見学所要時間は1時間から2時間で、出口にはシンドラーの言葉 Life makes sense as long as you save people が掲げられています。見学を終えて外に出ると、入場を待つ人の列はさらに長くなっていました。クラクフ博物館の見学を終えたら、クラクフの南東約 15km のところにある小さな町ビエリチカに向かいます。ビエリチカ駅に着いたら、世界遺産ビエリチカ岩塩港まで5分ほど歩きます。この町の地下には1250年頃から1950年代まで稼働していた世界有数の規模の岩塩採掘場が広がっています。敷地内の建物にはお土産屋さんも入っていますが、見学入り口は建物右側です。レストランや軽食を買えるお店もあるので、見学前にここで食事をとるのも可能です。ビエリチカ岩塩港のすぐ近くには大きな公園があるので、見学開始時間の1時間前に来て公園を散策するのがおすすめです。採掘場は地下64メートルから325メートルにわたって複雑に入り組んでいて、採掘場内は気温が低く肌寒いので、夏でも羽織るものを持参しましょう。まずは階段をひたすら降りていきます。階段は合計380段あり、下る時間は約7分です。53番の数字が見える場所が最後の階段です。ガイドに率いられて地下通路を進むと、採掘跡の空間に岩塩で作られた数々の彫刻が並べられています。ここはコペルニクスの像があります。ポーランド出身の天文学者で、天動説ではなく地動説を唱えたことで有名ですね。ガイドの解説が終わると、次の場所まで歩いて移動します。採掘場の労働環境は過酷で、爆発も起きていました。人だけでなく馬も活用され、採掘場内の運搬を効率化するために地面にレールも引かれました。ツアーの所要時間は2時間から3時間で、混み具合によって時間は変わります。見学の真ん中で10分間のトイレ・軽食休憩があります。軽食はポテチやチョコレート、コーヒーやジュースなどです。岩塩港の中には教会も複数あり、この十字架とイエス・キリストは木製です。ツアーの最大の見どころは、70年かけて完成した塩のメインチャペルです。美しいシャンデリアも塩の結晶で作られています。岩塩港の中にはいくつもの地底湖があり、神秘的な美しさに見とれてしまいます。壁や天井には鍾乳石のように
塩の結晶が溶け出していて、塩でできたつららの先から滴り落ちる水滴もまた濃い塩水です。ツアーは朝8時から夕方6時まで、英語ガイドは30分ごとに開催されています。見学の後はお土産を買える場所があったり、ゆっくり落ち着いて食事をとれるレストランに入ることも可能です。地上に戻るエレベーターまでは距離があり、エレベーターに移動する人数も制限されています。次の予定がある方は、ビエリチカ岩塩港の見学を終えて、すぐにエレベーターに向かうことをお勧めします。